今日もテストを受けてもらうわ。ユッキー、今度こそ合わせろよ。せーの、ブーブーってまた私一人かよ。いいですか、始めますよ。ちょっと待ってくれよ。どういう了見かユッキーに聞きたい、問いただしたい。そんなに時間は取らせないから。ユッキー、どうして一緒にやってくれなかった？このままじゃ私たちテストを受ける羽目になるんだぞ。私はテストを受けるの嫌いじゃないからだよ。終わりました。昨日までとは違い、今日はいろいろあるわよ。今までの知識を問うテストとは違って地頭の良さを測らせてもらうわ。いくつかテストの種類があるから順番にやるわよ。まず数列問題です。1、8、9、64、25、216。次の数字は一計49。ほとんど正解なのにとんでもなく間違っています。じゃあ一計。とんでもなく間違っているだけになりました。わかる人は？はい、49。正解。本当にほとんど正解だったじゃないかよ。もう正解でもよかったろ。小の1万倍も差があるのに正解にできるわけないでしょ。はい。次の問題いくわよ。頭使う問題はやだ。保険の時間にして正の問題にしてくれよ。不思議なことがいっぱいあるんだよ。お前は小学生か。以上です。終わったやれやれや。ユッキー、昼飯はどうするのさ。ちょっと抜け出して駅前のパンケーキ食べに行かない？おごるからさ。だからそんな学園ドラマ的な場所どこにもないから。今日も今日とっておっきらクランチ。購買部で買うのはカツサンドと決まっている。だが今は食べたくないな。また今度にしよう。どうしたの？今日もランチ行こう。今はお腹空いてないの。ごめんなさい。なんや、うちと昼飯食いたいんや。めめしいやっちゃな。ま、付き合ってやってもええで。うん、行きたい。はあ、そんなにうちが恋しいんか？ほな行くで。めぐみんは何食べるの？なんやと思う？当ててみいや。何食べるの？人の話聞いとったんかい。都合が悪いみたいに聞き流すな。じゃあ見てる。なんでやねん。一緒のにして仲を深めたいから。せやから話聞いとったんか。仲深めたいんやったら話くらい聞けや。何のこと？ほな、こうしたるわ。すごい。何これ、美味しい。ただの水や。これから何か食べるんでしょ？我慢したる。午後の訓練耐えられない。一人で食ったらええんやで。私も水だけにする。ねえ、何かサイキック見せて。なんでやねん。信じてないから。くそ、せやったら見せるしかあれへんな。何か浮遊させて。浮遊か。効果ぐらいやったら。椅子。椅子？待て待て、でかすぎる。できないの？できるけど、そこまでの力をなんでお試し感覚で使わなあかんねん。効果ぐらいやったら。じゃあテーブル。テーブル？待て待て、でかすぎる。できないの？できるけど、そこまでの力をなんでお試し感覚で使わなあかんねん。効果ぐらいやったら。じゃああそこのソファ。
なんで質量でかなってくねん。小さくしていけや。使う力と質量は比例すんねん。お試し監督なんやったら控えめに頼め。じゃあこのコップはあ、まあでかいやないか。せや中の水だけ浮かす。それでどうや。絵的に面白そう。面白半分で力使わすなよ。できたら尊敬しちゃう。わかった。見とけ。おりゃ！携帯みたいに便利だな電池って。見とけ！え、何？水浮いとった！あれ？なんでこんなびしょ濡れになってんの？水浮いとったからや！めぐみんのサイキック本物だったんだ。見てなかったやろ！自分が目そらした隙にうちがぶちまけたんまである。え、ぶちまけたの？もうええ！めっちゃ仲が深まった。捕まるか！よし、腹ごなしにアリーナで頑張っちゃうぞ。ということで以上が編み出したフォーメーションよ。山脇様、さすができ今日の訓練で試してみるよ。これで必勝でござる。くな。茅森、今日は訓練の内容を教えてもらえなかった。とにかく用心していくに越したことはなさそうだな。準備できたら行こう。準備できたら行こう。今日もアリーナでキャンサーと戦ってもらいます。待ってました。うちもや、燃えてきた。うちのサイキック浴びせたるわ。お前ら昨日と全く同じセリフ言ってるからな。七瀬、後の説明はお願い。はい。昨日の訓練では外角破壊後の回復に気をつけて戦ってもらいました。今回はその応用になります。スキルの力を温存しながら戦い、一気に畳みかけることが重要です。タイミングは部隊長である茅森さんの判断で決定してください。さすがあたし、舞台を意のままに操れると。間違えたらあたしら死ぬからな。もう変なプレッシャーかけてくるなよ。まっとうなプレッシャーだわ。スキルの特性に応じたターゲットの選択も重要です。ゲームみたいで楽しそう。だからゲームじゃないわ。人類の存亡をかけた戦いだわ。今回の訓練にも目標時間が設定されています。達成に向けて頑張りましょう。ではそれぞれ電子軍人手帳をかざしてセラフィムコードを唱えてください。たゆまぬ努力の成果を見せよう。どうだ！一気に片付けるぞ。そうでしょう。なるほどな。どうだ！ほれ！いいデータが取れそうだ。よっこらしょっと！なるほどな。とっとと戦いやがれ。やるじゃん！どのようなスーターの罪で仕方がない。殺した殺した。お見事。珍しく褒められた。でもまだ戦い方は荒だらけよ。
あなたたちならもっとできるはず。まあ伸びしろはすごいよ。若いもん。それ司令官には嫌味だろ。いい？敵が強くなってくると回復にも気を使う必要が出てくるわ。攻撃だけじゃなく守りのことも忘れずに編成を心がけるように。回復ってことはおたまさんの出番だな。よし、自由時間は2人だけで訓練するか。なんで2人だけで？みんなで訓練すればいいじゃないですか。同棲とか始めることも考えると2人っきりの時間は慎重に取り扱っていくべきなんだ。付き合ってればお互い幸せで何も考えることないのでは？そう単純でもないのが恋愛の難しいところでね。3年目を迎えるとマンネリ化しちゃってどっちかから別れ話を切り出されるんだ。だからカップル3年の壁って言われてる。3年後に私ら2人もそうなって、その時にはおたまさんはそばにいなくて回復してもらえないかもしれない。その壁を越えられるかどうか今から真剣にお互い考えなくてはいけないんだよ。なるほど。そうならない関係性を今から築いていけばカップル3年の壁も越えられる。無敵ですね。さすがおたまさん、物分かりがいいな。付き合ってないし。はい。私たち付き合ってないし。うん、付き合ってない。だからさっきの例全然当てはまらないし。その通り。ナイスハッキン。ハッカーは私だわ。適正試験はいよいよ明日よ。自由時間を有効に使って気を抜かずに訓練しなさい。本日は以上です。お疲れ様でした。ねえねえ、みんなこれから暇？訓練でヘトヘトだわ。まあまあ、そう言いなさんなって。トレーニングより楽しいこともあるってことを教えてやるからさ。特に楽しいと思ってやっているわけではありませんが。なんやっちゅうねん。ちなみにみんな楽器の経験は？一切ない。ですね。あるかいな。ゲームばっかしてたし。ピアノなら小さい頃に習っていたけど。勝った。ありがとうございます。この勝負もらいました。じゃあきっと東條が頑張る何かなんだな。かわいそうに。なんだこの記号や。まあ入って入って。入って大丈夫なのか？今にも崩れ落ちそうだぞ。何臆病風に吹かれとんねん。ここでーす。なんだよここ。ドラムあるで。これはキーボード。ギターとベースもある。いつでも使えるように手入れしておいた。しておいた？いつの間に？昨日。つまりこのキーボードで東條が何かを弾くと、そういうことか。そう、スカサッチはキーボード担当だ。まるで他の担当もいるみたいに言うな。ユッキーはドラムな。お前と出会ってからは驚きの連続だ。なぜそんなことをさせられる？ずっとパソコンのキーボード叩いてたんだろ。ドラムとあんまりやってること変わらないじゃん。全然ちげえよ。どっちかというとキーボーディストに近いだろ。キーボーディストはツカサッチで先に埋まったんだ。ごめん。まるで私がやりたかったみたいに言うな。ドラムは一番誰もなりたがらないんだよ。頼む。そんな頼み方で OK と快諾されると思うか？だってさ、ドラマーのかっこよさはそのままバンドのかっこよさなんだよ。なぜそれを先に言わなかった？よし、OK ってことだな。で、めぐみんはギターな。弾けんわ。ギターはエレキだからさ。エレキって言ったらめぐみんじゃん。せやな、うちはエレクトロキネシスの使い手や。見事に乗せられてるからな。リードは私が弾くから、そんなに難しいことはさせるつもりはないよ。次にベースはおたまさん。頼むぜ。どんな音がするかも想像つきませんが、やってみましょう。そしてボーカルはカレリンだ。これでバンド結成。
ユッキーはボーカルじゃねえよ、ドラムだよ。だから驚いてんだろ。いつやるって返事した。さっき。現実にバックログ機能搭載してくれ。時間巻き戻して返事してねえこと証明してやりてボーカルはルカさんがやるべきよ。私なんかとても務まらない。私がボーカルじゃないバンドをやってみたいんだよ。え。はあ？なんでだよ。それもバンド解散と関係あるのか？いや、別に歌いたくないわけじゃないんだけど、誰に向けて歌っていいのかよくわからなくなっちゃっててさ。少なくとも私は聞いてみてよ。私も。なあ、信じてないわけじゃねえんだけど、ちょっと歌ってみてくれねえか？適当でいい？ああ。うますぎる。すごい。さすがやん。やべえ、鳥肌だった。本物じゃん。やっぱお前が歌うべきだと確信した。もったいなさすぎる。それだとシーズレジェンド時代と変わらないんだよな。ならツインボーカルにしたら？その発想はなかった。いいかも。ルカさんと私が。うん。いいよ。みんなすごい。朝倉さんもプロ並みにうまい。さすがにそこまでじゃ。やっぱ歌うのって楽しいな。しばらくこんな感覚忘れてたや。最後の方なんだか気持ちよかったです。何が起きたんや？すげえケミストリーが起きたのさ。こんなすぐに一つになれちまうなんて、やっぱ音楽って最高だぜ。ユッキーは？悪かったな。え、何落ち込んでんの？リズムがヨレヨレで悪かったなって言ってんだよ。初めてだろ。それだったらすげえって。ま、二度と叩くことはないだろうからいいけどさ。続くよ。続くやで。なんだよめぐみんまで。続くとか聞いてへんで。今聞かせた。練習を続けていくってこと？やっぱ人を乗せてなんぼだから、その快感をみんなにも味わってもらいたい。遠慮する。そんな暇あるかいな。こんな楽しかったのに。なんや、タマは気に入ったっちゅうんかいな。私もゲームの世界に閉じこもる毎日だったけど、こんな世界を初めて知った。できればライブしてー。私はこの程度の伴奏でよければ可能だけど。よし、じゃあまず1曲やれるように練習していこうな。訓練だけでも大変だってのに、なんてこった。やってやりましょう。うちの力が必要っちゅうんならしゃあないな。すごい、今から緊張してきちゃう。やる曲は？電柱で検索したらバンド譜あったんだよな。みんなも検索して「バーンマイソウル」って曲。待て、それってシーズレジェンドのヒット曲じゃねえか。さすがユッキー、ナイスハッキング。ハッキングしてないわ、知識だわ。待って、そんな本家のボーカルがいるのに私たちがやるだなんて超楽しみ。下手な演奏は聞かせられないわね。シーズレジェンドのコピーバンドにどうして本物が一人混じっているんだよ。別にいいじゃん。プレッシャーがすごいわ。受けて立ちましょう。かましたる。声小さいからな。どいてどいて。どうや
がテレパシーや。とこれがテレパシーやと聞こえました。どうせわずかな証拠も見落としません。摂取許容カロリーは驚かせないでください。今日も疲れた。もう寝る。おや。ちょい待てんだよ。あっぶねえ、ギリギリ間に合った。また寝られるところだった。なんだよ。イチャイチャしたいんだったら二人きりの時にしてくれ。みんな見てるだろ。そんな関係持ったことねえから。お前らもそんな目で見るな。ねえから。おい茅森、寝るな。今日こそお勉強会、いや楽しくも壮大な地球のお話だ。いつまで茅森って呼ぶんだよ。ルカって呼んでくれなきゃ寝る。なんでそんなすね方する。お前らもそんな目で見るな。ねえから。おや。待てルカ、待て。寝るな。少しだけ我慢しろ。ユッキーがそこまで言うなら。なんで私はこんな必死なんだ。ユッキー最高。そういうところが好きだぜ。こっちは振り回されっぱなしでヘトヘトなんだが。愛じゃん。愛なら少しは誠意を見せてくれよ。一方的すぎるよ。私の愛が一方的？いや、そんな意味では言っていない。違うから。よかった。両思いだった。あ、そういうのじゃねえから。じゃあ話すからよく聞いておけよ。電子軍人手帳でも確認できるな。この画像を見ろ。バカップルの自撮りに見える。バカップルの自撮りだよ。だけど背後に隕石らしきものが写ってるだろ。なんてことない画像だけど、数年前は最重要機密文書だった。こいつを見てしまっただけで政府当局から延々と追い回されるくらいのな。そんなすごいのか。こいつは地球に落ちてきた第1号のキャンサーだからな。同様の小型隕石らしきものが世界各地の14カ所で確認された。現代の科学力でも隕石の接近を完全に察知できるわけじゃない。この写真にしても誰も知らないうちに地球に降下してたのが後で判明したってパターンだ。それを撃ち落とせず地球に侵入させてしまった時点でもう手遅れだった。そいつらは地表と衝突してそのまま地中にずっと潜伏してたらしい。誰も気づけなかった。決定的だったのはメキシコで見つかった新種生物の抜け殻だ。地球の生物史には存在し得ない未知の DNA 構造をした生物で、ミッシングリンク解決の手がかりになるんじゃないかなんて当時は騒がれてた。だが隕石が落ちてきてから10年後、世界中でほぼ同時に地中から未知の巨大生物が現れた。小型のものでもどんな昆虫よりも大きくて凶暴、生き物を襲う習性があった。そしてより知能の高い動物を狙う傾向があった。虫類よりも小動物。わかるだろ。最終的にこいつらは人間を襲うようになったんだ。一番知能の高い生き物を狙い始めたってことか。そう。キャンサーが不死身に近い生物だってことは聞いたな。うん。破壊できたと思ってもごく短時間で蘇生する。それでも小型の個体であれば活動を停止させた隙に拘束するくらいはできた。だけどすぐに大型の個体が出没するようになってそれすら難しくなる。そこからだ。文明の瓦解が始まったのは、一度地表に出てきたキャンサーはもう駆除することができないから増える一方になる。
あっという間に数万体のキャンサーが南アフリカ、ついでブラジルに生まれた。それは次第に群れになっていって、やがて師団規模の集団が南アフリカ、ついでブラジルに生まれた。群れの通った後には何も残らない。通常の火力は全く通じないから、できることといえばせいぜい奴らがより大きな群れを形成するのを邪魔するくらいだった。南アメリカとアフリカがキャンサーの支配地域になるのに3年かからなかった。今は北アメリカとヨーロッパが前線になってる。日本はまだマシな状況ってわけか。そこがポイントだ。キャンサーは水を苦手としてるんだよ。だから海を渡ってくることはできない。だったら日本は島国だし、外からキャンサーは来れないんじゃないのか。確かに他の国のキャンサーが来ることはないけど、違うんだ。日本にも隕石は落ちてたんだよ。そしてマザーキャンサー、キャンサーをどんどん生産する大ボスが今もキャンサーを生み続けてる。落ちたのは北海道と九州の2カ所よね。北海道の方は何年か前にセラフ部隊が制圧したけど、九州のマザーキャンサーは今も健在。相変わらずお前は司令官の話した情報しか言わないんだな。とにかくマジで滅亡5秒前ってのが今の人類が置かれている状況だ。セラフはそんな状況で実戦投入された、まさに救いの天使様ってわけだ。やっぱ寝てるか。こっちも寝言ね。堅苦しく話しすぎたかな。でもルカさん、途中まで頑張ってた。何度も目をこすって寝ないように寝ないようにって。目のこすりすぎてまぶたが切れて、途中から血の涙を流していた。そんなすごいことになってる相手に話し続けていたのかよ。きっとユキさんが話してくれたから。どうだか。今度は疲れてない時にしてやらなくちゃな。セラフは天使様。最後まで聞いてた？みたいね。了解であります。どうせまた口先だけでしょ。今度は違います。ならいいのだけど、昨日までとは違い今日はいろいろあるわよ。今までの知識を問うテストとは違って地頭の良さを測らせてもらうわ。怖い、やだ、そんな結果知りたくない。また速攻で馬脚表してるじゃねえか。4ロシク。不正解です。いや、挨拶しただけです。数字かと思いました。私の勘違いでした。紛らわしいのでおかしなタイミングで挨拶するのは今後慎むように。はい。わかる人は？はい、49。正解。49。今答えたのは泉さんかしら。さすがね。正解よ。いや、茅森だけど。茅森さんが？はい。どうしてわかったの？いや、そういう数字が次来ると生理的に落ち着いていいなって。ただの山勘？それで正解って天文学的な奇跡だぞ。おいおい、やめてくれよ。褒められるのに慣れてないんだ。照れるじゃないか。誰も褒めてはいない。と言いたいところだが、ここらでおしまいにしよそれを決めるのは私だ。う。ですよね。って誰目線だよ。お前は何に突っ込んでいるのだ？待ってましたと言いたいところだが、ここらでおしまいにしようって誰目線だよ。
って自分に。くるくるパーだな。もう同情されてるじゃねえか。で私を許してやってくれってかばうんだろ。しなくていいからな。許してやってくれなんて言いません。泉は今夜切腹します。しねえよ。まだまだね。これが戦場だったら確実に命を落としていたわ。このままじゃ明日の適正試験は絶望的ね。珍しく怒られた。珍しくはねえだろ。しょっちゅうだろ。まだ時間はあるわ。今日は死ぬ気で訓練するように。まあ伸びしろはすごいよ。若いもん。それ司令官には嫌味だろ。気小屋って何？質問に質問で来るなよ。まあいいけど、木でできた廃屋の小屋だから木小屋って言っただけだ。入って大丈夫なのか？今にも崩れ落ちそうだぞ。それがお前の役割だ。なら素直に聞いてくれ。それができたならやってるさ。こんな世界でまともでいられるってかよ。お前のデタラメ具合とこの世界の危機とは全く無関係な気がする。みんなの隊長なんだから教えてあげなくちゃ。さすがカリリン。何教えてくれるの？いきなりお目目がパッチリ開きやがった。くっそ腹立つけど話してやるか。それがお前に課せられた十字架だ。だとしたらお前のさじ加減一つで変わる重さの十字架だな。軽くしてくれ。すまないが軽くはできない。だってそれが私の歩んできた、そしてこれからも歩む過酷な運命そのものなのだから。こっちはお前の気まぐれに振り回されてるだけなんだが。みんなの隊長なんだから教えてあげなくちゃ。さすがカリリン。何教えてくれるの？いきなりお目目がパッチリ開きやがった。くっそ腹立つけど話してやるか。